霊界通信小桜姫物語浅野和三郎千代67神と人との仲立ち以上述べたところで一通り話の筋道だけはお分かりになったことと存じます。神に祀られたといえばちょっと大変なことのように思われましょうが、中身は決してそれほどのことではないのでございまして、だいたい日本の言葉が肉眼に見えないものをことごとく神と言ってしまうから甚だ紛らわしいのでございます。神という一字の中にはとんでもない階段があるのでございます。ことわざにも上には上とやら、一つの深海の上にはさらに一段高い深海があり、そのまた上にも一層奥の深海があるといった塩梅に、どこまで言っても再現がないらしいのでございます。現在の私どもの境外から言えば、最高のところはやはり昔から教えられている通り、天照大神様の城示す高間ヶ原の深海、それが事実上の宇宙の深海なのでございます。そこまでは一心不乱になって統一をやれば、どうやら私どもにも接近されるのでもありませぬが、それから奥はとても私どもの力には及びませぬ。指導役のおじいさんに伺ってみましても、あまり要領は得られませぬ。つまりないわけではないが、限りある力ではどうにもしょうがないのでございましょう。高間ヶ原の深海から一段下ったところが、取りも直さず我々の住む大地の深海で、ここに君臨遊ばすのが申すまでもなく高尊の御事様にあらせられます。ここになるとずっと我々との距離が近いとでも申しましょうか。ご祈願をこむれば直接神様からお指図を受けることもでき、またそう骨折らずにお姿を拝むこともできます。もっともこれはいくらか修行が積んでからのことで、最初こちらへ参ったばかりの時は何が何やら腑に落ちぬことばかり、恥ずかしながら高尊の御事様があらゆる神々を統率遊ばす真の中心のお方であることさえも存じませんでした。有名交通の道が途絶えているせいか、近頃の人間はまるきりダメじゃ。昔の人間にはそれぐらいのことがよく分かっていたものじゃが。指導役のおじいさんからそう言って散々お叱りを受けたような次第でございました。私たちでさえすでにこれなのでございますから、現世の方々が戸惑いをなさるのもあるいは無理からぬことかもしれませぬ。これはやはりおじいさんの言われる通り、この際大いに奮発して霊界との交通を盛んにする必要がございましょう。それさえできればこんなことは造作もなくわかることなのでございますから、今さら申し上ぐるまでもなく高尊の御事様をはじめ立て祭り、直接そのお指図のもとにお働き遊ばす方々はいずれも生き神様、つまり最初からこちらの世界に生き通しの自然霊でございます。産砂の神々は申すに及ばず、八幡様でも住吉様でも、ただしはまた弁財天様のような方々でも、そのご本体はことごとくそうでないものはございませぬ。つまるところここまでが本当の意味の神様なので、私どものように起有後神として祀られるのは本当の神ではありませぬ。ただ深海に席を置いているというだけで、もっとも中には随分修行の積んだお立派な方々もないではありませぬが、しかしどんなに優れていても人霊はやはり人霊だけのことしかできはしませぬ。一つ口に申したら、本当の神様と人間との中間に立ちてお取り次ぎの役目を務めるのが人霊の仕事。まあそれくらいに考えていただけば大体よろしいかと存じます。神社に祀られたからと申してやたらに難しい問題などを私のところにお持ち込みになられることは固くご辞退いたします。精一杯お取り次ぎはいたしますが、
私などの力で何一つできるものでございましょうか。